はい、マクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はこちらデュラテックさんのポリッシャーのご紹介です。よろしかったらご覧ください。どうぞ。以前ご紹介しましたこういった工具ですね、その同じメーカーさんから今度ハンドポリッシャーのご紹介ということでサンプル提供いただきました。こちらすでに実はもう半年以上使っておりまして、実際に使い続けてみた感想のレビューです。まずですね、本体手のひらから比べてこのぐらい本当ね、両手でちょうど持っていい感じ、片手じゃなくて両手で持てるところがいい感じの大きさです。でこちらにパッドをですね、ここを交換できる2つのアタッチメントがありまして、こういった大きいパッドと小さいパッドどっちも使えるということですね。かなり細かいところにも手が入りやすいサイズになっております。そしてこちらがですね、バフ掛けもついていて、あとはこういったねヤスリ掛けがついているということで、このパッドたちはこんな感じで、たくさん入っております。で今までこう使ってて、これですね、実はなぜ半年もレビューにかかったかっていうとですね、このバッテリーがですね1本だけが付属だったんですよ。でこの1本だけだとちょっと1台仕上げるのにちょっと足りないなっていうことで、もう1個追加できるバージョンを商品化してもらったというところですね。最初1本だけでやってたんですけど、どうしても車の片側は細かいところできるんですけど、それをやってる間に終わっちゃって、もう片側をやるのにですね、もう1本欲しいなということで、だいたい1本で20分ぐらいかな、ずっと磨いてて、これをですね使ってる間にこっちを充電してて、こっちを使って磨いてる間にこっちで充電しておくっていうことができるようになりました。でこちらですね、こうやって入れて、電源はこれなんです。そうするとこうやって回転します。回転式ですね。なのでパッドをつけて、こうやってかなり力がかかっても止まりません。でパワーがこれですね、一番弱いのがこれでもこれだと止まりますね。ロックがかかると。で点滅すると。でまた真ん中から始まります。で最高にするとこんな感じですね。こういった紙やすりなんかも添付されてますけど、こういうのは意外と遅い方がこれでね磨くとちょうどいいんじゃないですかね。今爪を磨いてみましたけど、こんな感じで遅いバージョンもできるというモードになってます。でここがアタッチメントで、これを押すとこうやって回転してアタッチメントが取れて、こちらの小さい方にこうやってつけて、これをつけて、こんな感じですね。ここのボタンを押すだけで、これがねこう引っかかるところに行くと奥まで刺さるところがありますので、こう回転して、ここで引っかかったらロックしたらこれで回転して止めます。こうやってこういう感じですね。で大きさが本当ですね、両手でこう持ってこうやって研磨する際とかポリッシャーかける際にすごくやりやすいので、いろんなところでこの半年間使ってきたんですけど、まずは磨いてたシーンご覧ください。でこういったですね昇降系はすごく便利なのが、これヘッドライトとかね、こういったところとか、こういうちっちゃいところも磨きやすいんですよね。大きいのだと入らないですからね。で僕今までちっちゃいの持ってたんですけど、ちっちゃいのはエアなのでちょっと撮影にね向かなくてうるさくてね、これコードレスだとどのぐらい静かなのかちょっとやってみたいと思うんですけど、さあどんな感じかな。こういったヘッドライトとか磨くのにはこの50でも80でもどっちもいいと思うんですけど、まずトルクを見たいのでちょっと慌ててみますね。
一番弱いので、これでなんかこれはヤスリなんか簡単に当てる感じかな。まあこれ何もついてないので今あれですけど、ちょっとつけてみましょうか。こちらコンパウンド当ててみますけど、これでどんなもんなのか。液体がついてると磨きやすくなると思うんで。一番弱いのだとこんな感じ。まあこれだとちょっとね、ヤスリモードかな。真ん中。こんな感じでいいかもしれない。どうですか、磨いたら綺麗になるかしら。もう全然結構ヘッドライト汚れてんだな。こう見ると右と左で全く輝きが変わってしまった。まあカメラだと分かんないかもしれないけど、右と今こっち磨いてない方ね、ちょっとこっちも磨いてみるか。ちょっとこの辺まだ傷あるな。やっぱ曇り取れるな。あ、違うね。あ、これヘッドライトだけでも十分綺麗になったな。結構やっぱ汚れてるもんですね。はい、ここですけどね、こんな感じで結構汚れてるでしょ。ほら真っ黒系なんですよ。これ洗車しても落ちないんですよね。こことかもね落ちないんですよ。ひどいでしょ。まあここねどうしても跳ねちゃうんでね、こうなっちゃうんですよ。さてここを磨いていってみますか。片手でもですね十分持ってられますね。すげえ楽。ちっちゃくてコードレスはいいな。これでっかいのもコードレスが欲しくなるな。いやこれ楽だわ。超簡単にここがこんな綺麗になりましたよ。いや楽だ。楽なのが一番ですよ。ほんとこういうのコードレスって最高だな。傷かな。傷でしょうか。ここどっちだこれ。あ、消えた。最高のパワーだと両方消えるね。やっぱりパワーが速い、回転が速い方が落ちるね。ただ回転が速いと両手で持たないと厳しい感じ。ここ両手で持つちょうど大きさがいい感じなので、片手で持つとこう遊んじゃって危険なんですけど、両手で持つといいと思います。いやこれはいいわ。あっという間に綺麗になりました。ここほらわずか3分5分ぐらい。いやこれはいい。やっぱコードレスっていいんだな。今までねエアで頑張ってたんですけど、エアだとほんとうるさいんですよ。ブーンっつってコンプレッサー回りっぱなしになっちゃうので使えなかったんですけど、あこれね今気づいた。最高で入れても入れると真ん中になるんだ。安全設計だね。この辺の下っ腹って汚れるんでね。いいじゃん。
なかなかいいですよこれ。これがこんな値段で今買えちゃうんだよね。いや、あっという間に綺麗になるな。こうやって自立もしますね。あ、消えた消えた。汚れだったのか。ここにね、すげえ飛び石みたいに真っ黒けだったんですけど、あ、よかった。まあでも10年も乗ってるとね、傷がつきますよね。で、さすがにですね、ここは入らないです。なのでハンドルを切らないとダメですね。こんな感じで切ってあげて、止まった無理すると止まりますね。あんまり力入れすぎてもダメなようです。まあまあそんなには全部きれいにならないですけど、傷があるんでね、もう塗装し直さないとこれ以上無理かなって感じですけど、十分きれいになった感じですね。で、こちら大きい方もこの平らなのとこう波打ってるのがあるので、この波打ってるのだとね、より研磨力が上がる感じになるのかな。まあ、どっちがいいかは好みによって分けるといいと思います。いや、それにしてもあっという間に綺麗になったな。すげえ楽。何がいいってジャッキアップしなくていいっていうのが楽だな。手だとね、あのスピードで磨けないし、手だとしかも寝っ転がらないとできないんですよ。いや、これは楽だわ。という感じで使ったレビューですが、皆さん車買って例えば新車を買ったらよくディーラーとねコーティングつけたり、あとはどこかねコーティング屋さん持ってってやってもらうことはあると思うんですけど、僕みたいに5年10年って乗ってくるとその都度コーティング屋さん持っていくかって言ったらなかなかねもう持っていかないと思うんですけど、どうなんですか皆さん持っていくんですかね、3年ごとにコーティング屋さんとか。僕はね最初にディーラーコーティングやって、そこからまあ 2,3 年で効果がなくなってくるじゃないですか、ああいうものってメンテナンス次第ですけど。でそこから自分でワックスかけたりコーティング剤だったりこういったね商品いろいろ CC ウォーターみたいなのとかこういろいろあるじゃないですか今こういうものって。でこういうので大体水はじきが良くなるし、ガラスコーティングみたいにヌルピカみたいにならなくても大体こういうのでいけるんですよね。特に僕みたいにガレージ保管だと外で保管と違ってそんなガラスコーティング完璧にしてなくても駐車場に止めておく段階で汚れていくことがないので、だいたいこういうのでごまかしてます。ただ皆さん外だとねやっぱり汚れるからガラスコーティング3年ごとに出してるよとかいう方がいるかもしれないですけど、そういう方はプロが磨いてくれるからいいんですけど、僕みたいに DIY で磨くのが大好きっていう方が自分でこうポリッシャーかけるような DIY の方もいると思うんですよ。僕もこういう大きなのでねポリッシャーかける時が年1年2ぐらいかなあるんですけど、その時にですねやっぱりこの大きなのだとこう細かいところとかができない。あとは先ほど見せたようにこうアンダーパネルサイドパネルの下とかが車を持ち上げないと機械が入らないんですよ。でもこれだとそんなことをせずにこうやってかけていけるというところもあるし、こういう細かいところもかけやすいということがあってずっと欲しいなと思ってたんですけど、今回こちらサンプル提供いただきまして実際使ってみて、半年ですね。これ実は何回使ったかな、3回ぐらい使ったかな。どうしてもですねお見せしたところのアンダーカバーが汚れるんですよね。なのであそこポリッシャーかけて、でその後しっかりガラスコーティングすればそんな汚れないんですけど、ガラスコーティングせずにこういう CC ウォーターゴールドみたいなこういうもので簡単に済ませるとやっぱりどうしてもまた汚れがくっついてきやすいですよね。ですので時々こういったポリッシャーかけてあげないとすごい飛び石みたいな傷とか、あとは飛び跳ねの汚れ、アスファルトの新しい汚れとかそういうのが飛んだところが水洗いで落ちないし洗車ワックスでも落ちない。じゃあ磨かなきゃいけないって言った時にこう手でねコシコシやると
僕らみたいな年齢はね、もう右手でねそんなことやってたらね、この右手おかしくなっちゃいますんで、腱鞘になっちゃいますよ。肩も痛いし、手でなんかかけてられないぞっていうのが多分見てて50代後半の方はうんうんってうなずいてくれるかもしれないんですけど、手で磨くなんていうことはね、僕ら55過ぎてくるともうとてもじゃない、やってらんない。もう全部機械に任せてやっていくしかないっていうことで、これ機械に頼るですよね。で僕は今までエアのやつでちっちゃいのでエアでやってたんですけど、エアだととにかくうるさい。コンプレッサーもうるさいし、回る音もうるさい。ウィーンっていうのも耳障りだし近所迷惑だしっていうところで、これだったら静かなんで夜中もかけられると。こんな静かですからね。これだったら夜な夜なこうやってねかけてねできると。一つだけ注意すると、粘土で鉄粉を落としてからやった方がいいですね。そうじゃないと刺さった鉄粉が傷だらけにしていく可能性がありますので、そこは注意した方がいいんですけど、いずれにしてもこう洗車して鉄粉落としして、で夜な夜なこうウィーンってかけながら、こいつでもこうウィーンってやる。もしくはちょっとだけ落としたいなって言った時、あそうだこれがあったって言ってちょっとだけビーンってやって、汚いとこだけ落とすというのでやって、でこちらでピュッピュッて吹いてごまかすみたいなことが使いやすいかなと思います。でこちら重さなんですけど 814g ということで 1kg ないんですよね。で電池だけの重さが 179g ということで、なのでこちらね 1kg もない大きさなのですごくね軽いです。もうねほんとちょっと重い iPad を持ってるぐらいな感じに受けられるぐらい、非常に疲れないと。で持ち手も握りやすいということで、今回ですねこちらすごくですねおすすめです。概要欄からですねアクセスしていただけたら、購入できると思いますが、こちらですねちょっと人気商品で非常にですねいつも在庫切れが起きることがあるので、この半年間もかなり在庫切れが続いてました。でそちらまたですね、復活して販売できると思います。ただ一点注意点は、こういったモバイル製品はですねリチウムイオンのバッテリーが多いわけですけど、このリチウムイオンは PSE を取っているものであればいいんですけど、万が一 PSE を取ってないようなものがあったら気をつけた方がいいと思います。あと PSE 取ってたとしても差しっぱなしでずっと保管しておくとか、あとはこういったものを車の中に保管するのは絶対やめた方がいいですね。よく車の中にリチウムイオン電池付きの製品、例えばチャージャーとかジャンプスターターとかいろいろあると思うんですけど、とにかくですねリチウムイオン高熱のところにさらすような環境は僕はやめた方がいいなと思う派ですね。本当ですね、最近リチウムイオン電池の事故が多すぎて、いろいろな特にモバイルバッテリー的なこういう使い方だとですね落としたりとかなんだりするじゃないですか。でこういうのも作業中にって落下させてここに衝撃加わりますよね。もちろんそういった衝撃耐えられるように試験はいろいろしているとは思いますが、万が一落として中に水が入ったとかね、落として水がかかったとか、あとは落として中がショートしたとかいった時に、この中の回路がしっかりと切れる設計になっていればいいんですけど、その状態で充電して熱を持った瞬間、それでリチウムイオン電池が発火するとかいうことが万が一にあるかもしれないので、皆さんですねこの製品とか関係なくリチウムイオン電池の製品の取り扱いは本当ですね注意した方がいいなと僕はつくづく最近思います。こちらの製品はね PSE 取ってるのでもちろん安全な電池だと思ってますが、そういったところをですね気をつけて楽しんでポリッシャー僕もやっていきたいと思います。それでは今日もご覧いただきありがとうございました。是非またご覧ください。それではバイバイ。